こんにちは、すきかこです。今日はビーズ刺繍を始めたいなって思ってる方向けの動画を撮りたいと思います。もうすでにビーズ刺繍やってる方にもためになるようなお話ができればなと思います。実践もしていきますので、アクセサリー作ってみたいという方、ぜひぜひ見てください。じゃあ始めます。今日はこれからみかんです。せっかくだからね、みかんの絵つけようかなと思って、これにチェコビーズっていうもうまん丸のビーズを縫い付けていこうと思います。縫い方が分かりやすいようにちょっと大きめの 5mm と 6mm を縫っていこうかなと思っています。そしてビーズを縫うには糸、あと針が必要ですね。で今日使うのはみゆきさんっていうブランドですね。ビーズとかも売ってるすごい有名なブランドのビーズステッチの糸です。24番のカラー。これ結構ね、最近出た色味です。こう3番の色味とか1番が真っ白ですね。ちょっとこれはブランのかな、12番とかこの辺も持ってるんですが、私はいつもこの24番の色味を使わせていただいてます。もう一つよく使ってるのは東宝さん 1G というビーズステッチ糸。こちらね、どっちも330デシテックスっていう単位の太さ。そして基本的なビーズステッチ専用糸ですね。これも東宝さんです。こちら東宝さんの10号を今日は使います。ビーズクラフト用の糸だったら60番から通りますよ。ビーズステッチ用糸なら特徴ビーズに2回通せますって書いてありますね。ビーズステッチ糸っていうのはこれです。これに特徴ビーズ並べましたよ。ここに一番ちっちゃいだいたい 1.5mm の特徴ビーズっていうやつだったら、この糸2回通せるぐらいの細さ。12号ってもっとすっごい細いやつなんですけど、それは3回通せますよ。私はあんまり特徴ビーズ今は使ってなくて、丸小ってその次のね、だいたい2mm のものとか、丸大っていう3mm、あとは特大の 4mm、 この辺はよく使うので、それだったらまあね、3回とか4回とか通せるのでしっかり縫い付けられるかなっていうので、今日は10号ですね。こっちが10号を使っていきます。このね、東宝さんの針は少し長くって、で弾力があるんですよ。弾力があるので自由度があるというか、曲がりやすいっちゃ曲がりやすいんですけど、いろいろ細かくやる人にはいいかもしれないです。今日はこれ使っていきます。せっかくビーズの大きさの話をしたので、ちょっとビーズの話をさせていただくと、パッと見た目、特小、丸小、丸大、特大。これは丸小丸大ってついてるように丸い形、外から外、この中の直径じゃないです。外から外までの長さが、これは 4mm、 3mm、 2mm、 1.5mm ってなってます。結構ね、ちょっと大きさ違うだけでも作品の雰囲気が変わります。これいろんなビーズが入っていて、このピンクが丸大、隣の黄色が特徴です。でこの間の赤が丸小。ちょっと分かりづらいかな。かなりね、大きさ違うから存在感が違いますよね。他にもいろんな種類がビーズっていっぱいあって、今は丸のビーズの話をしましたが、この長細いビーズも竹ビーズって言われてるもので、長さによって1部とか2部とか3部とかあるものです。これもね、使い方いろいろできるので、丸とね、縦に長いのとかあるとすごい面白いですよね。作品がいろいろ広がって。あとはね、丸っこいのでもちょっと立体感のある勾玉ビーズっていうのがあったり、ぷっくりしてるんですよ。なんかほんとビーズっていろんな形、特にチェコビーズとかそっちの世界まで行っちゃうと本当にたくさんあります。こういうダガービーズ、雫型、ドロップビーズって言われてるものだったり、一例ですね。今のはビーズの世界、ぜひぜひ楽しんでみてください。
東宝さんのホームページとかに見てみると、こんなビーズありますよみたいなのも載ってるので、ぜひ見てみてください。中は美獣ですけど、丸台にチェコのラウンド丸いやつの 6mm、 あとはこれダガービーズのちょっとちっちゃめなやつつけたりして作品作ったりもできます。前置きが長くなりましたが、やっていきましょう。今日はみゆきさんのデッチート使わせていただきます。ピピピピピピきますね。かなり細いんですが、ステッチ糸もねしっかりしてるので入りやすいです。針穴が細くてね、通すのは大変なんですけれども、こう塗ってる時にスルッといつの間にか抜けちゃうことがあるんですね。そういうストレスがないです。では玉結びをして、これパーツクラブさんっていうパーツいっぱい売ってるお店なんですけど、ネット販売とかもしてますので、チェクラウンド 5mm っていうのを使って、まずこれフェルトに貼り付けてあるだけです。みかんさん、最初針をブスって入れるんですけど、その時の注意、これね結構大事です。今から縫うのはビーズの真ん中なんですね。なのでみかんの際から針を入れてしまうと、ビーズがこう斜めから始まることになってしまうんですね。ここから針が通る。でも本当はまっすぐしたいわけですよ。だから最初の人差しはこのビーズの真ん中に来ると思われるここです。わかります？ビーズの真ん中なんですが、もう一つ注意があります。この後こういう風にねビーズ一周したらこう切るわけなんですよね。下地を切っていくわけなんですけど、この下地を切る時に真ん中に玉留めが来るじゃないですか。あんまりこう内側に切っちゃうと玉留めを切っちゃう可能性がある、ね、ちょっと怖いじゃないですか。せっかくこう綺麗に作れたものも玉留め切っちゃったらもう最初からやり直しですから。だから最初の人差しって大事なんです。なので私はこれ私のやり方なんですが、一回際に通します。ギリギリ外側をハサミで切っても玉留めが切れないように。そしてもう一回際で戻します。これで玉留めはこのパーツの一番内側に入りますよね。ハサミで切った時切れづらいところに来ました。そこからのビーズの真ん中に刺してあげる。ビーズの真ん中に来るであろう。最初こうやって合わせてみてもいいです。そしたらビーズを通します。ビーズが通りました。だいたい真ん中に行きましたよ。そしたら今こっから刺してビーズ1個分先のところ、気持ち遠めのところ、本当は1個分でいいんですよ。1個分でいいんだけど気持ち遠めにすると綺麗になります。シュッ、はい、これで通りました。でもう一回出して次縫おうかなって思うんですけど、それだとまっすぐ綺麗にならなかったり強度も落ちてしまうので、一回刺したらまた元のところに戻ってもう一回刺します。はい、もう一回刺しました。そしてからもう一個シュルシュルシュル、これの繰り返しです。もう一回やりますね。はい、ビーズの気持ち1個分プラス気持ちのところに刺して、そしてこのねビーズの真ん中のあたりを刺してます。シュルシュルシュル2個並びました。今度は1個分戻るので、ここ1個と2個の間ですね。今新しく来たビーズの最初のところに戻ってもう一回刺す。そして新しいビーズを持ってきて1個分気持ち遠めの真ん中ですね。ビーズの通る道の真ん中を刺してあげる。そして1個分戻ってシュルッと。これがバックステッチと呼ばれるやり方です。1個刺して1個戻る、バックする、こう進んで1個戻る。人生みたいですね。一歩進んでは一歩戻り、
また一歩進んでは一歩戻り、なんか進んでないように見えても、あれなんか結構進んできたなみたいな。まるで人生ビーズステッチ、バックステッチ、こうやって一個一個縫っていきます。一個進んで一個戻る。これもねビーズ用の入れ物で、100均とかではこういうねプラスチックのものも売ってます。最初これで私やってました。十分です。これで。これなんで三角かっていうと、こう余ったビーズをこう戻しやすかったりね、端にビーズ寄せてすくいやすかったりなんですけど、これはね東宝さんのやつかな。ちょっとずっしりしてるんですよ。ずっしりしてる分安定感があるし、なんかちょっと触っただけでバーとかそれがなりにくいっていう利点がありますね。なのでちょっとね本格的にやり始めたらこっちを使うようになりました。よくやっちゃうんですよ、バーってね。ちょっと遠めにやっておいた方が後で調整が効いたりね、こう結局バックステッチでちょっと戻るわけですから、その分の余裕をね持たせてあげてるって感じですね。キツキツにやるとねどうしてもこうグニャッグニャってこっちからの圧力でグニャってなっちゃったりするので、ちょっと気持ち止めの方が綺麗に仕上がります。あとはやってみて分かることがたくさんあるので、皆さんもねレッツトライやりながら自分のやり方をね見つけてくださればと。本当にこうやらなきゃいけないっていうのはハンドメイド私はないと思ってるので、一応参考になればと思ってやってます。ほらかわいい。でこのまま終わってもいいんですが、私ちょっと個性的な作家なもんで、ここにねこれ入れたいんですよね。これは1ミリ大きいんですよ。今刺してきた5ミリのやつよりも1ミリ大きい6ミリだから、刺す位置もその分少し透明になりますよね。大きさによって刺す位置は変わります。これ今ね大きいビーズでやってますからね、分かりやすくね。このぐらいのやつだともっと細かい作業になってはきます。まあそれも楽しいんですよ。ビーズと対話しながらとねこうつながってくると可愛らしくてね、ビーズたちはお互いを引き立て合うというか、そんな感じがしますね。はい、最後ね、私はここでねこうやって刺して玉留めして OK のも OK です。私は販売もしてるのでちょっとそれだと怖い、強度が怖いのでもう一周していきます。最後の1個止まったらもう1個ね最初のビーズまで通しちゃいます。そして刺して1個戻る。そしてまた今度は2個いって1個戻る。そうしていくと1個ずつ進んでいきますのでね。2個刺して1個戻る。こうやって2回ね縫うようにしてます。でこういう風に2回縫う時にこれが出てくるわけですよね。ビーズステッチ用糸なら特徴ビーズに2回通せますよ。2回は通せる。でも3回は通せない。自分がどんな大きさのどんなビーズを使うかによって針とか糸とかの選択が変わってくるわけですね。大概ねこの基本セットでいいとは思うんですが、やっぱね作りたい作品によって違ってきますよね。浅草橋にあるみゆきさんのお店にもいつか行ってみたいなと思ってるんですけど、まだねそこまでたどり着いていなくって浅草橋行くと木場製作所さんとあとパーツクラブさん大きい本店とかがあって、もうそこでね精一杯になっちゃうんですよね。体力の限界
浅草橋でもうほんと爆買いとかいつもしちゃうんですけど、その開封動画とかもあるのでリンク載せておきますので、ぜひ見てみてください。いろんなビーズ出てくるのできっと面白いと思います。そんなに買うのって自分でも引くぐらい買うんですよ。言い訳しながらなんだかんだ言って買ってね、もう本当にビーズが好きなので資材マニアでもあるんですよ。ビーズマニアというか本当にいっぱいあります。びっくりするぐらい。もうすぐ一周ですね。糸もちょうどねなくなりそう。大丈夫かな。今年は糸をギリギリまで使わずちょっと余裕を持って終わらせる系女子になるとか最初ね年始の時に言ってたんですけど、またギリギリまで使ってます。もう糸ギリギリで全然通らないって時、こう刺してからね、入るか、入ってますね。はい、これで一回通しますね。そしたらここにまずね何も通ってない針に123ってキュッてやってからこうギリギリまで行ってまた通す。はい、通った。そしてギュッとやれば OK ね、止められました。これでちょっきりします。で今回はねこの1周で終わりのデザインなので、次アクセサリーに仕上げるにはまず下地を切っていきます。さっき言ったようにここのキワキワを切っていくので、この玉の目が中に入っているのが効いてきますね。切る時の注意点は、ハサミはまっすぐでビーズに沿わせるようにギュッと内側に入っちゃうと糸が切れます。沿わせるようにして回すのは作品の方、こっちをこう回していくって感じですね。ハサミは添えるだけ。はい、いきます。あんまりね力入れすぎなくて大丈夫です。力入れるとどうしてもね内側に入っていっちゃうので、軽く沿わせる感じで大丈夫です。ほら全然切れてない。余裕もありますよね。こうやって沿わせて、このね 5mm とか 6mm のやつはこのぐらい余裕が出ますけど、やっぱね丸小とか丸大の時は慎重に切っていただいた方がいいと思います。そしてここからアクセサリー何にするかっていう話なんですけど、どうします？皆さん何にしたいですか？例えば、一番多いのがピアスとかにするんだったら、こういうポストピアス、まっすぐなポストピアス、これがね丸皿付き、お皿丸皿付きのポストピアス、まっすぐなピアスをポストピアスって言います。でこれ方向をね決めてね、こうかなこうかな、ちょっとこう斜めのが私はいいなとか言ったらこういうことになるんですね。ここに貼り付けて、でもこれだと不格好だからやっぱ裏地をつけるわけですよね。あとはイヤリングでも同じです。イヤリング、こういうタイプの一般的なネジバネ式、ネジとバネ、ネジバネ式ですの丸皿付きのパーツ、これがこうなるわけですよ。こっちの方が分かりやすいかな。こうペタって貼ってるだけじゃなんか不格好だから裏地が必要になります。裏地はこのフェルト地を同じように切ってペタって貼ってもいいんですが、最近私は合皮を使ってます。これだとぴったりかな、ぴったりすぎる。他にあります。ちょうどなんか丸型のやつがね、これいいですね。こういう合皮とかを切っていきますか。余裕ある感じで切っていきます。最初はフェルトで大丈夫です。なぜかというと、合皮もフェルトも糸も針もって揃えてたら大変なので、まず裏地もフェルトで全然大丈夫です。2年ぐらい前に作ったフェルトの裏地のこういうね、もともとフェルトのねやつもしっかりしてますので大丈夫です。ただね、ちょっとやっぱりフェルトだとね長期的に使っていくとほつれてきちゃう可能性もあるので、フェルト地で裏地を作る時は私はほつれ止めペンっていうのでこう
ペロ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 ってやるとほつれしにくい。2年ぐらい持ちます。これを使ったりしてます。私楽天ルームっていうところで資材の紹介してたりするんです。そこに載せてありますリンク、概要欄に貼っておきますので、もしね気になる方そちらでチェックしてみてください。ピアスとかイヤリングとかのリンクもありますので見てみてくださいね。で、裏地が切れました。それで、今回説明なのでどっちもやってみますね。ピアス、こっちから出るわけですよね。ここで大体の場所、上目です。上目だけど本当にこんなんにしちゃったらはみ出るかもしれないし、後で縫う時も大変なのでバランス考えてやってみてください。ずっとちゃんとこう測って印つけてやって OK です。最初だからって言ってだいたいこのぐらいってやっても OK です。こんな感じでブスって刺しちゃえばほら、ね、あとはここ接着剤でつけてちょっと縁塗って完成ですよ。じゃあイヤリングはだいたいここの根元あたりどこに来るかなって印をつけて、でそこにね、ごめんなさいね、私は今フリーハンドでいっちゃいますけど、切り込みを入れます。シュッ、ね、そうするとこっちからねプスッと入れます。なんということでしょう。この根元あたりからイヤリングが入ってペタってくっつきますね。こんな感じ。あとはこれを接着して縁取ればイヤリングになります。私イヤリング派なんです。なのでイヤリングのことはいろいろわかるので、イヤリング金具についての解説動画もあるので、そっち詳しく説明してるんで見てほしいんですが、こういうね、さっきもこれで使ってましたけど、これは蝶バネ式って言われるちょっと広めのねやつも同じやり方で入ります。こうやってね、蝶バネ式もこうやって入っちゃう。ペタペタってね。で蝶バネ式はこうやってクッションもつけて、ほらね、これでできちゃうし、こういうねノンホールピアスって言われる。ノンホールだから穴開けなくてもピアスっぽく見えますよ。これはね、もうちょっと上の方、これだったらこっちがいいかな。上の方、ピアスと同じような位置に切り込みを入れて、こうやってねやると、なぜかというとこう根元まで入れないから、この上だけ入れたいから下じゃなくて上の方に穴開けてこうやってパチッてね、これでノンホールピアスになるしね、いろいろできちゃいますね。どうします私これだけじゃなくって下になんかぶら下げたいなとかだったらちょっとこれだと大きいからあれなんだけど、こういう缶付きっていうね丸いのがついたやつもあるんで、こういう感じでね缶を飛び出させてみたり、ピアスでもこういうのあるんでこういう風にやってみたり、あとはねこういう貼り付けパーツがあるのでこれをねまず貼り付けちゃってプラス金具つけてとかでもいいですし、直接ね丸缶ってこういう普通の丸いやつ、これだと多すぎてわかんない、こういう丸缶って言われるものをもう貼り付けて縫い付けちゃってもう OK だと私は思います。でここにね穴開けて丸缶通しちゃうっていうのもありですね。穴開けるってこういうね目抜きでしたけどブスって刺しちゃうのもありだと私は思います。ハンドメイドって結構自由なんですよね。ハンドメイドは自由だって私よく言ってるんですけど、こういうことがいっぱいできちゃいます。しかもね、今耳飾りのことを言ってましたが、ブローチにもいいなっていうことができるじゃないですか。ブローチね、ブローチ金具、こういうねブローチピンっていうのが売ってたりするんで、これをね裏地に貼り付けて、ここね穴開いてるんでそこを縫い付けて、ほんでパチッてやればもうブローチ。このブローチも
結構ねブローチ取れちゃうからっていう方もいるんですよ。でね、私こういうの最近ね導入したんですけど、こういうねカバーがついたやつもあるんで、くるって回さないと外れませんよ、外したらこうくるってやっとけば落ちませんよっていう、こういうタイプもあります。やっぱこっちの方が高価です。しっかりね販売するとかだったらこっちもいいかもしれないですね。あとはピンバッジにしたい、こういう金具持ってんですよ。これもピアスみたいにこうブスってね、ピアスのさっきの穴に入れちゃおうかな、ね、これ貼り付けて、でこれねピンバッジよく見るじゃないですか。こういうのにもできちゃうね、いろいろできますね。じゃあ今回はこれ詳しいパーツの特徴とかはね別動画見てください。これもね痛いじゃんこれっていう人いるんですけど、ほらこういうクッションがね別売りであったりして、これ入れるとクッションにもなるし、シリコンでね滑りづらいとか当たりが柔らかくてね、お子様でも痛くなくつけられたりするんですよ。これもリンク載ってますのでぜひ見てみてください。おすすめです。で貼り付けるとき私がよく使ってるのはセメダインスーパー X2。 私のチャンネル見てる方は毎度おなじみセメダインスーパー X2 でございます。もうニュッと出してようじで塗り塗りします。で真ん中のところを中心に塗ってください。糸のところを塗ってあげると補強にもなるのでいいですね。で縁まで塗っちゃうとはみ出る可能性があるので縁までは塗らなくて大丈夫で、あともう一点塗りたいのがここですね。この丸皿のところ、ここようじにふにゃっとつけて、ほんでここで塗り塗りして塗り塗り、はいはい、これでドッキングです。こうちょっとねこれピアス穴ついちゃってるんで、今回はねお試しってことでやってます。これのこの状態で乾くのを待ちます。でこの後ここを縫うんですね。で今すぐやるとベタベタになっちゃうので、今乾いたこのデザインで裏処理最後の縁取りまでやっていこうかなと思ってます。縁取りしていきます。こちらはピアスで作ったものです。はい、裏地ね。でガタガタしてないかを見てあげて、もしガタガタしてるとこあったら細かくね切ってあげましょう。そして裏地と同じような色を使うと目立ちにくいです。ビーズと同じ色じゃなくて裏地と同じ色がいいです。私もね一番外側のビーズの色がいいんじゃないかなと思ってやろうとした時もあったんですけど、それだとねいまいちだったので、まずこれ完全私のやり方ですのでお好きにアレンジしてください。玉止めたら余分な糸は切ってください。そして下の方からぐるってやりたいので、ビーズとビーズの間、ここにねもう刺しちゃいます。ブス。なぜここに刺すのか見ててね。ドゥードゥンドゥ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 ン、隠れる、シュポッと隠れちゃうわけですよ。隠しちゃう。そしてまっすぐこう下ろすと包まれますよね。裏地がね包まれていく。でまた次隣にブスッといきます。まっすぐ刺すのを意識すれば大体同じようなとこに刺さります。でキュッてやるとこのビーズのところにね糸がキュッてなって、でまた下ろせばパイ包みみたいになっていきます。まっすぐ刺してまっすぐ下ろす。まあね慣れないうちはこう刺して大体刺し場所大丈夫かなってこう確認しながらやってあげるといいと思います。本当に私のオリジナルなので参考程度に。ビーズのところに糸がキュッてなるじゃないですか。だからねなんか揃いも良くなるような感じがしますね。ほら綺麗ですよね。
こんな感じにパイ包みみたいになります。最後の処理なんですけど、ここで玉留めをするんですが、ちょっと余裕を持って玉留めをします。キュッキュッとぴっちりじゃなくて余裕を持たせて、それをグイーンって下に持ってくると玉留めが隠れます。またね、隠しちゃう。キュッで出ましたよね。ここを切ってもいいんだけど、私はちょっと不安なので同じようなちょっと隣を刺して、でまた戻して、同じようなところに戻してキュッ、これで完成。こんな感じになりました。はい、これで前から見てもね、すっきり。はい、でピアスの時はキャッチが必要ですよね。キャッチ、これ今サージカルステンレスっていうアレルギーの方にも優しい素材を使っていて、同じねサージカルステンレスのキャッチを、これはセットでねついてきたやつなので、これを一般的には私はこれをつけています。あとはね、パールのキャッチがあったりとか、ほらこうやって後ろもねパールで可愛いみたいになったり、あとアレルギーを気にしている方とか、耳当たりの良さとかね考えると、この樹脂のねキャッチがあったりとかいろいろあるので、キャッチの種類によってもね好みがあると思うので、ご自分のいいものを見つけてみてください。はい、これでできますね。イヤリングの場合も裏処理一緒です。ブローチの場合もね同じですので、裏処理ぜひぜひやってみてください。はい、以上解説でした。皆さんビーズ刺繍本当に楽しいです。ビーズの世界にみんなで沼りましょう。こんなに色って鮮やかなんだ。本当素材によってもいろんな輝きがあるし、形によってもね、大きさによっても全然違うものが組み合わさってすごい綺麗なものになっていくと、こちらもワクワクするので、見てる人もきっとワクワクしてくださると思うので、ビーズ刺繍楽しんでいきましょう。で、今回のやり方は私の独自なやり方が多いので、とりあえずやってご自分のねやりやすいやり方を見つけていただければ幸いです。もしね今回気になることとかあったら、ぜひコメント欄で教えてください。私もまだまだ勉強しているので、共有していけるといいかなと思います。好きかこは解説動画もしますし、あとはビーズの作業動画も載せたりしていますので、いろんなタイプの動画見てみてください。最後にチャンネル登録、高評価いただけると本当に励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。ではバイバーイ。レッツエンジョイハンドメイド。バイバイ。ビーズステッチ糸、こちらねどっちも330デシテックス、これデシテックスって言うんですって。こっちも330デシテックスっていう単位の太さです。前はデシテックスじゃなくてデニールだったら聞いたことあるって方いると思うんですが、最近国際基準みたいなので、このデシテックスに合わせる動きがあってこっちになってるみたいです。だいたいデニールだと300ぐらいの太さです。でこのデシテックスっていろいろ難しくって私も調べたんですけど、これはナイロンの生地なんですね。どっちもナイロン 100%。 ナイロンだと330デシテックスってこの太さなんですけど、結構細い。他の素材だともうちょっと太かったり細かったりするみたいなんです。なんか重さ、長さと重さで決まる単位だから、太さじゃなくてなんか素材の重さとかで決まるらしいので、他の素材で見てこれ同じ太さかもとか思って手に取っても違う太さのことがあるので、まあ気をつけて、そんなことあんまりねないかもしれないけど、一応豆知識としてそんなことがあります。